ホッキョクグマほど獲物丸飲み、遊泳速度40マイル。サメ、シャチ？いや、大西洋クロマグロだ。15種中で最大最長寿命。大西洋クロマグロには最強捕食者の適応能力がある。メキシコ湾か地中海で孵化するときは小さく人のまつげほどの大きさだ。1年目に体温調整の能力、地域吸熱作用を発達させる。冷たい海水からエラで酸素を吸収すると血液が低温になる。そこで泳ぐか捕食するかして血液を熱する。この熱は通常はエラから海洋に放出される。でも彼らは逆流交換という仕組みで熱を保つ。筋肉に向かう冷血は筋肉から出た温血の近くを通過する起毛という特別な毛細血管だ。ここで熱が冷血に移り体内に残る。つまり温血魚だ。これは海洋の生存に大いに有利だ。体温が環境に左右される冷温動物は冷水中で鈍感になる。でも温血魚の彼らの視界は鮮明で敏感に察知して捕食者より早く泳げる。アホッキョクの冷たい海底でも生存できる。強力な筋肉、溝に収容でき抵抗を軽減するヒレ、防水型の体、温血の彼らほど早く泳げる生物は少ない。最高時速40マイルはホウジロザメやシャチよりも速い。普通の遊泳は2ヶ月くらいで大西洋を横断できる。遊泳には大量の酸素が必要だが彼らは適応できる。早く泳ぐほどより多くの海水がエラを通過して酸素が吸収される。常に海水を取り込むために彼らは泳ぎ続ける。他の魚類のように獲物を吸い込むのではなく、口を開けて獲物を追う。獲物は体格の割に小さいイカ、甲殻類、サバなどの小さめの魚類だ。体温調節能力優れたハンターだけでなくほぼ無制限の範囲。海流に反して泳げるようになるとすぐ孵化した温水を離れて大西洋中で捕食して一生を過ごす。メキシコ湾、地中海から同じ餌場に来て生息はブラジル、テキサス、アイスランド、セネガルまで。繁殖の10歳ぐらいになると元の海洋に戻る。そこでオスとメスは何百万もの受精卵を作る。餌場と繁殖場を毎年行ったり来たりする。一生成長し続けて寿命は40年を超える。最大で体重は孵化時の1000万倍になる。この大きさなら海洋で唯一の敵は私たち人間だ。マグロ漁の歴史は古く古代ギリシャの航海にもある。でもこの数十年間で刺身、寿司、ステーキとマグロの需要は高騰。1匹1万ドル以上で売れることもあり乱獲や違法漁を招いている。保護対策を強化し割り当てを徹底すれば個体数の復活につながるだろう。これらの動画を見て視野を広げてください。そしてチャンネル登録をお願いします。そうしたら新しい学びのチャンスを逃すことはありません。